こんにちは、ゆきのすけ工房のゆきです。よろしくお願いします。今日は最近韓国に旅行に行って毛糸屋さん巡りをしてきましたので、そちらのお話をしたいと思います。まず購入品の紹介をして、その後今回2泊3日で韓国に行ったのですが、2泊3日旅行の予定とスケジュールとかかった費用について少しお話ししたいと思います。皆さんぜひ最後までご覧ください。では購入品紹介からいきます。まず1店舗目に行ったのは、実はケーキ屋さんに行きました。写真がこんな感じで、今回の旅行はアミトモさんと行ったんですけれども、その子がインスタグラムで調べてくれて、毛糸の形をしたケーキを売っているお店に行ってきました。糸の工場だったところ、ケーキ屋さんに改装したらしくて、すごくおしゃれなんですけれども、至る所にコーンとか毛糸が置いてあって、ニッターにとってはすごくテンションが上がるお店だったと思います。私はこの赤いラズベリー味の毛糸玉ケーキを食べてきました。味は甘酸っぱくて、でも甘すぎない感じでした。こういうバイケーキってめちゃめちゃ甘いのかなっていう偏見があったんですけど、味は甘すぎずすごく美味しかったです。このお店に来てる人たちはすごく若い人が多くて、このお店があるところも他にもいろんなおしゃれなカフェとかが入っているような街でした。1日目は時間がなかったのでタクシーに乗ってこちらのお店に向かったんですけれども、その時のタクシーの運転手さん曰く、すごく伝統的な地区にあって道が入り組んでて、タクシーで行くの大変なんだよというふうに言ってました。その通りで坂がすごくてですね、結構急な坂だったり道が入り組んでいたりして、ちょっと行くのは難しかったかなと思います。では次、2店舗目はトンデムン市場に行きました。トンデムン市場なんですけど、行ったのが土曜日の本当に5時過ぎくらいだったので、ほとんどのお店が閉まっていまして、ここはちょっと反省点だったかなと思います。ただ閉まってたんですけど、やってるところもあったので少し買い物をしてきました。こちらです。こちらの引き揃え毛糸を買ってきました。どうでしょう？可愛くないですか？緑系の糸と黄色とそれからオレンジです。3本引き揃えられております。こんな感じです。ファーヤーンとカラーのループヤーンが引き揃えられています。こちらすごく値段がお安くて、確か1玉300円くらいだったと思います。市場のおじさんは日本語も英語も通じなさそうな感じだったんですけど、通りかかった日本語ができる韓国のお姉さんに通訳をしてもらって購入することができました。すごく親切な人が多いなっていうのはこの旅行を通して思ったんですけど、お姉さんありがとうございました。オレンジの子についてはもう我慢できなくて、トレカケースを編んでみました。
7号のかぎ針で編んでます。こんな感じの編み地になりました。これ中長編みなんですけど、まあ見えないですね。それが可愛いなと思います。絶対この毛糸を見た時に、これでトレカケースあったら可愛いだろうなって思って購入を決めました。なんかまだまだ編めそうなので、これはトレカケースを編んでちょっと販売に回したいなと思ってます。もっと買えばよかったかな。いろんな色があったんです。本当はポーチとかにしても全然いいですし、太さも7号、6号ぐらいなのでめちゃめちゃ使いやすい太さですね。あとはこういう編みぐるみに使えそうなパッツを買ってきました。卸売の市場なのですごいいろんなお店があったんですけど、毛糸は地下のフロアで、5階がアクセサリーコーナーみたいな感じで、ビーズとかパッツがたくさん売ってるフロアでした。5階は結構やってるお店が多くて、その中でモールドールとか、あと韓国で流行ってるのかちょっとわからないんですけど、ぬいぐるみキーホルダー用のちっちゃいサイズの服とか売ってるお店があって、そこで買いました。あとちょっともう使っちゃってるんですけど、編みぐるみ用のメガネをたくさん買ってきてます。はい、トンデムンで購入したのは以上になります。続いて行ったのが、こちらも韓国の毛糸屋といえばだと思うんですけど、バヌールストーリーさんに行ってきました。日曜日だったので、すごく余裕があってというか、日曜日やってるお店があんまり韓国はないので、バヌールさんでゆっくり過ごそうということで、お買い物と編み替えをしてきましたということで、バヌールさんの購入品紹介をしたいと思います。まずこちら、ハイソフト4プライというアクリルコットンの糸を買いました。250円くらいだったような。すみません、ちょっと曖昧なんですけど、こちらです。こちらは編みぐるみを編むのに絶対いいんじゃないって一緒に行った編み友さんにおすすめされて、買う予定はなかったんですけど、ちょっと買ってしまいました。ということで、このライムグリーンだけではなく、ちょっとラベルがなくてすみませんが、編みぐるみでは絶対使う白、茶色、これは何色なんだろう。パステルの黄色と黄緑の間、夏にぴったりな青、韓国っぽい水色、こちらを買ってきました。この色でわかるかもしれないんですけど、最近編んでて気に入ってる浴衣を着た柴犬を編みたくて、まずこの色で、これが浴衣用のセットになってます。で、編み友さんにその時言われてたんですけど、これから夏だからこの辺りの多い糸でクジラとかジンベエザメとかそういう海系のものも編めるんじゃない？ということで、今回はこの色のチョイスをしてます。まんまと買った。可愛いですね。実際ちょっと編んでる途中なんですけど、編み心地としては結構編みやすいですが、糸は固めかなと思います。なので編みぐるみにはぴったりですね。はい、また完成したらショートかなんかの動画でアップすると思います。はい、すごくサラサラ系ですね。アクリルコットンと書いてあるけど、ほんとコットンって言われてもわかんないぐらい、アクリル入ってるのって思います。まあでもアクリルが入ってるからちょっと柔らかいんですかね。は
こはちょっとわからないんですけど、ほんとサラッサラ系のコットン糸になります。ひねりはかなり強いですね。よりが強いって意味の範囲なのかな。はい、わかりません。もっともっといろんな色が、本当にいろんな色があって、編みぐるみとかにはぴったりだったので、ぜひバヌールさんの公式のサイトなどで気になる方はチェックしてみてください。続いてはこちら。ちょっと開けたくないので袋のままで失礼しますが、コーン糸を買いましたウールですね。ウールの糸になってて、韓国っぽいこういうパステルの黄色と黄緑とピンクが合わさったような色になります。これはもうウヤを編みたいなと思って、編みたいウヤは決まってないんですけど、とりあえず着分を買ってきました。ちょっとお値段忘れちゃったんですけど、これもそんなに高くなくて1コーン1000円台とかなったと思います。今回韓国に行って思ったのは、編み物グッズが本当に安かったです。日本で買えなくなるくらいには可愛いものが手頃なお値段でゲットできるので最高だなと思いました。はい、ちょっと袋の上から見にくいですけど、こんな感じです。こちらもまた編んだらいろいろレビューというか、編み心地とか耐久性についてはご紹介したいと思います。これはもう何を編むか決めずにその場で買っちゃいました。次がこちらです。メリノブレンド4プライスーパーウォッシュウールということで、ウールの中細の糸になります。メリノブレンドというだけであってすごく柔らかいし、滑らかな触り心地です。これを買った理由なんですけど、というかバヌールストーリーさんで一番欲しかったやつがじゃん、こちらのビスチェのパターンがどうしても欲しくて、このために韓国行きたいなって思ってたくらいです。はい、確か去年バヌールさんのストーリーで見てめっちゃ編みたいって思ったんですけど、この編み図を買うためには韓国国内用のバヌールさんのサイトから買わなきゃいけないんだってな。韓国の口座がないと買えないんだったかな。とにかく外国から PDF パターンをどう買うのかが分からず諦めてたんですよ。現地に売ってたので、これはと思ってして糸とパターンを購入しました。確かパターンも300円100円とかで売ってるのでめちゃめちゃ安かったですね。これは読めないんですけど、これがこれです。2玉買ってきました。今回せっかく行ったので指定糸も買ったんですけど、中細で編めるので手持ちの手染め糸とか余ってるソックヤーンとかでも編んでいきたいなって思ってるくらい、このパターンめちゃめちゃ可愛いなと思ってます。これはすぐ編みたいと思っているので、また編んだらレビューします。はい、ということでバヌールさんでもう1個パターンを買いました。韓国のパターンってなんでこんな可愛いんですかね。じゃじゃん、帽子です。シンプルな帽子です。ニット帽です。こちらを買ってきました。こちらは指定糸は買わなかったです。手持ちの糸で編みたかったので。はい、なんかこのシンプルなのにちょっと可愛い丸っぽいフォルムがすごく韓国っぽいなと思って、今回こちらも買ってきました。あとは小物類ですね。韓国といえばこちらのタグがたくさんあるので、タグとバヌールさんのメジャー、
から最近発売された羊さん、毛糸を巻くと可愛いやつですね。あとスイカのボタンがあって可愛かったのでこちらを購入してきました。はい、バヌールさんも若い方がすごく多くて、日曜日だったんですけど午前は結構人が少なくてゆっくり買い物をして、それから上のカフェで網会で来てたんですが、お昼ぐらいからですかね、急に人が増えだしまして、本当に20代とかもっと若い子たちが下の店で針と毛糸一玉を買って、そのままそれを手に持ってカフェに行ってコーヒー飲みながら針をバリバリって開けてこう編み始めるみたいな、そういう景色がもうそこら中の席で行われてたのが、そうですね、カルチャーショックというか衝撃でしたね。日本にもこういうお店があったらいいのになってすごく思いましたし、なんか若い子がこういう気軽に買えて手頃な価格で買えて、ちょっと喋りながら編んでみるっていうようなおしゃれなカフェがあると流行るんじゃないかなって思いました。バヌールさんはこんな感じです。最後はリナさんに来ました。こちらです。リナさんもとにかくキットが可愛かったので行きたいなと思ったお店になりまして、キットをメインに買ってきました。今回は私が買ったのはこちらです。めちゃめちゃ可愛くてですね、これもサンプルが置いてあってそれを見ながら決めたんですけど、特にこのバッグ、一緒に行ったみともさんも同じパターンを買ってたんですけど、これがめちゃめちゃ可愛くて、しかも軽くても見た瞬間にこれを買うと思って購入しました。で、指定の糸もリネアさんで買ってます。このザ・韓国っていうようなピュアコードっていう毛糸だったと思います。メタリックなのになんかいやらしくなくて、これがもうまさに韓国系っていう感じですよね。これで2色のこのストライプのパターンを編みたいと思ってます。それからこちらですね。これもインスタで写真を見た時から友達と一緒に可愛いねって言ってたんですけど、この持ち手がチェーンになってて、それも編まれてるんですよね。めっちゃ可愛いっていうことでこちらのパターンも購入してきました。これはもう色はめちゃめちゃ迷ったんですけど、絶対おもちゃみたいな色が可愛いと思って、まず本体は赤にします。赤に合わせるこの持ち手の色がまたいろんな色があって、すごく迷ったんですよ。黒とかグレーとか赤に合う無難な色にするか迷ったんですが、結局こちら黄色にしました。おもちゃみたいな色合いにしようって決めて買ってます。一緒に行った子にはすぐバレたんですけど、プッさんが好きなのでプッさんカラーで買ってます。はい、2つとも指定糸になってます。でも他の糸で編んでも絶対可愛いと思うので、どんどん他の糸でも編んでいきたいなって思ってます。最後これは妹に頼まれてたやつですね。ミトン編みたいってことだったので、こちらのミトンのパターンとこの指定糸を買ってきました。1玉で編めるらしいです。で、これインスタにあったの、妹からこれ欲しいっていう風に指定されてて、ずっと探してたんですけど見つからなくて、で、お店の方に聞いたらこちらの毛糸とパターン出てきました。なのでお店にサンプルとかが置いてなくても聞けば出てくる可能性はあるんだなっていうのが分かりました。
めっちゃ可愛いですね。はい。サンドネスのちょっと高級毛糸になります。はい。ということで購入品紹介は以上になりまして、ここからはスケジュールの情報とかかかった費用についてお話ししたいと思います。まず今回のスケジュールがこちらのようになってます。名古屋のセントレア発でインチョンに行く飛行機で行きました。2泊3日の旅行になってまして、土、日、月で行ってます。途中でも行ったんですけど、日曜日はお休みのところが多いので、日曜日挟む場合は要注意かなと思います。今回こういう日程で行きまして、1日目はすぐケーキ屋さんにウーバータクシーで向かい、食べてそのまままたウーバーに乗ってトンデムンの方に行って5時過ぎぐらいだったと思います。はい。トンデムンはおそらく土日じゃなくて平日の昼間に行くべきなんだろうなっていうのが反省点になりますが、でも行けてよかったなと思います。夜ご飯はホテルの近くのチヂミ屋さんで食べました。ホテルはミョンドンの変なホテルというところ、日系のホテルだと思ったので泊まりやすいかなと思いまして、こちらのホテルすごく綺麗で良かったです。ただ基本スタッフさんはいない全自動のホテルになっているので、そこだけは注意です。2日目はバヌール山でゆっくりしようということで、朝からバヌール山の方に向かいました。バスを使って行ったんですけど、バスの運賃がめちゃめちゃ安くて、どこまで乗っても1500ウォンとかだったと思いますが、この日マラソンをやっててですね、南下バスのルートが変わってて、乗ってる間はめちゃめちゃ不安でした。ネイバーマップっていうアプリを入れて、韓国だと Google マップが使い物にならないっていうのは聞いてたので、ネイバーマップを入れて現在位置を見てたんですけど、南下ルートと全然違う道を走ってて乗り間違えたのかなってずっと不安だったんですが、マラソンで交通規制があるため返してたということです。はい。バスは運転がかなり荒くてルートも違ったことがあって、かなりドキドキしながら行くことになったんですけど、無事バヌール山に着いてお買い物して、ゆっくりカフェで網会をしました。はい。その後またバスでソウル駅の方に戻ってですね、今度はお土産でロッテマートのソウル駅店に行きました。ここでお菓子とか辛いラーメンとか食べ物系のお土産を購入してます。あとダイソーもあったのでダイソーもちょっと見てきました。はい。で、そのままホテルのあるミョンドンの方に帰りまして、ミョンドンでオリーブヤング、有名な韓国コスメのドラッグストアですねに行って、韓国コスメ系のお土産とか自分用のものを買いました。そのままミョンドンの方でチーズタッカルビを食べて、この日は終わりになります。ここで気づかなかった。この時は最終日にソムソムニットさんに行こうと思ってたんですけど、月曜日が定休日だということにこの時点では気づいてなくて、日曜日このように過ごしてます。ソムソムニットさんは日曜日開いていて月曜日休みだったので、このロッテマットとオリーブヤングを潰せばいけたんじゃないかなっていうのが反省点です。まあしょうがないんですけど、で3日目やってないじゃんってホテルで気づき、急遽リネアさんに行くことにしました。そういえばリネアさんでこちらの本を買ったんでした。すみません、忘れてました。リネアさんに急に行くことになったんですけど、運命的にこの本を買いまして、この表紙のカーディガンを編みたくてしょうがなかったんですが、公式サイトからも買えないし、取扱店も日本だと少なくて、もうこの号は売り切れてて、サンドネスの雑誌なんですけど、買えないんだと思
思ってすごくがっかりしてたら、なんとリニアさんに最後の1冊が残ってて買うことができました。ラストワンだよって言われて思わず、やったって日本語で言ったら、店員さんに笑われました。はい。ということで結果論リニアさんに行くことができて大満足だったと思います。このパターンもやっぱり可愛いですしね。毛糸ももちろん可愛いですし。で、リニアさんでお買い物をして、そのままインチョン空港に向かい、名古屋に帰ってきて家に着いたのが20時ぐらいだったかなと思います。今回かかった費用、毛糸代お買い物代以外ですが、こんな感じになってます。飛行機、ホテル、それから現地の移動費、ご飯となってます。すべて一人上がりのコストです。そんなに国内旅行と変わらないですよね。飛行機も1時間半とかなので、名古屋からだと東京行くのと変わらないぐらいですが、飛行機で国際線なのでどうしても3時間前くらいには空港に着いていないといけないということで、ちょっとそこは大変かなと思います。韓国なんですけど、基本は英語か日本語どっちかは通じました。日本語喋れる人がめちゃめちゃ多いので、なんか意外といけるなって感じです。日本語ダメだとしても英語喋れる人がお店にはいるので、英語でちょっと話しかけて聞けば、なんとか買い物ができるくらいなので、海外旅行としてはハードル低かったかなと思いました。旅行代的にもそこまで高くないですし、何より毛糸は安いので、また行きたいなと思ってます。次は秋ですね。編み物シーズンに突入するっていう一番いい時期に行きたいなっていうふうに思ってます。はい。ちょっといろいろ言いたいことがありすぎて、長い動画になってしまったんですけど、最後までご覧いただいてありがとうございました。参考になったよとか、買った毛糸かわいいねとか、きっと早く編んでねって思った方は、ぜひグッドボタンチャンネル登録、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。